焼き締め、土と炎が生み出す美。焼き締めとは、表面に釉薬をかけず、土の肌のまま1000度以上の高温で焼いた陶磁器のこと。固く焼き締まるという意味でこう呼ばれている。800度の低温で焼く素焼きでは、一方焼き締めは固く締まっていることが音にも出ている。焼き締めの主な産地は愛知県の常滑、滋賀県の信楽、岡山県の備前など。この固い焼き物が生まれたのは12世紀。はじめは穀物などを貯蔵する壺、水がめ、すり鉢として利用された。やがて上流階級に注目される。それは茶の湯の道具。信楽の陶芸家奥田栄山さんは茶の湯の作法を習得。自らの作品で茶道具を揃え茶会を開いている。上薬のかかったきれいなものもあり、焼き締めのようなお詫びたものに、季節感なり取り合わせっていうんですが、一つでもそういうような焼き締めが入ってるとまた一つ目立って皆さんに喜んでいただけるものになると思うんです。上流階級で茶の湯が盛んとなったのは15世紀頃。茶器に使われた焼き締めは元は輸入品だった。南蛮焼きは東南アジアから輸入された焼き締め陶器で、中には香料や薬が入っていた。それが茶器として珍重された。東京の美術館で陶磁器の研究をする西田博子さん。綺麗じゃない、全然。だけれども素朴な美しさがあるものなんですね。でこれをいいなと思った日本人がいて、お大名たちですけどね。でそれがお茶をやるようになってお茶に取り上げられるようになる。日本の陶工たちは研究を重ね、輸入品を超える独自の焼き締めを作るようになる。16世紀後半、戦国時代が終わり、絢爛豪華な文化が花開いた桃山時代。わびさびの精神で発展した茶の湯に焼き締めの素朴な美が当てはめられ、優れた茶人に使用されるようになる。16世紀から17世紀の初めの頃になると、桃山の茶塔という全く新しい造形、今まで考えたことがないような割れててもいいとかね、ひびだらけでもいいとか、そういうふうな日本人が現れてきて、でそれに即した焼き締め塔も出てきます。歪みも焦げも美しい。傷もまた面白さのうち。焼き締めならではの美の探求はここから始まった。